さあ続きましてはね、小山出さんでございます。大人気ブースでした。本当にね、すごっってもうちょっとドン引きするレベルでね、すごい朝一からね長蛇の列でございました。私はねもう1日目2日目は到底並べず、3日目のね撮影の時にお邪魔して、その時にはもう物もなくなってきてるので誰も並んでなかったので、マステだけね購入してきました。めっちゃ可愛くてね一目惚れしちゃいました。でブースでは小山出さんと、あとこのデザインをされているニコさんがいらっしゃったんですけれども、やっぱりねこうお一人でやられているということで、お菓子も文具もどちらも販売はかなり不定期のレア販売になるっていうのと、販売をしたとしてもね、数に限りがあるので抽選販売になってしまうということをねお伺いしました。なのでね、たくさんの方が並ばれて買えない方もいるっていうことをね、大変心苦しく思っていらっしゃる感じだったんですけれどもね、すごい人気になるのがわかるね可愛らしさなのでね、あとお菓子もめちゃくちゃ美味しいらしいのでね、私もいつかで抽選販売とか挑戦したいんですけどね、出会えたらいいなと思いつつ、こちらゲットしてまいりました。ちょっとねお値段は伏せてほしいということだったので今回お伝えしないんですけれども、めちゃくちゃ可愛いですよねこのキャラクターね。人気なの分かります。こちらですね、もうね一目惚れですよ。可愛い。ちょっとねまたマステを伸ばしたりするのはね別動画でさせてください。今回本当に購入品がやばいので、自分でも引くぐらいやばいのでね全部開けてるととんでもない時間になるのでね申し訳ないです。こちら 24mm 幅の 7m ですね。鴨居さんで作られてるのでね、粘着力も申し分ないと思います。おうちおやつが楽しくなるマスキングテープということでね、確かにこれを見た瞬間になんかウキウキしました。可愛い、とても可愛い。でこっちも一目惚れしましたよ。可愛いねこんな感じで抹茶の色になってて、すごい渋いねグリーンで素敵な色だなと思いましたね。お菓子のねくまさんがいます。めっちゃ可愛いです。とても可愛い。こちらはくまの抹茶ケーキというマステですね。 15mm 幅の 7m です。同じく鴨居さんで作られてますね。めっちゃ可愛い。もう大満足です。私並んでないのでね、これが買えただけでも非常にホクホクでございます。お話伺ったら一番人気はハンコみたいでね、でもちろんお菓子も大人気ということで、もう本当にマステが残っててくれて、マステ沼の私としては良かったなという感じなんですけれども、ハンコも見たかったですね非常にねレアなショップさんなのでね、抽選販売とか見かけた時はぜひチャンスを逃さずね応募してみてください。さあマステのご紹介が続きます。こちらはねすごい一筆書き作家さんの坂本美奈子さんのブースで購入したマステでございます。この方はね、私以前にねどこかのイベントでは見たことあったんですよ。でとても気になってたんですけど、今回念願のゲットでございます。これねすごいプロフィールが書いてあるとても可愛らしいペーパーをいただきました。すごいですよね。このイラスト全部一筆書きなんですって。私ちょっと正直信じてなくて嘘でしょって絶対ごまかしてるでしょとか思ってたんですけどだって無理じゃないですか。すごくない？もうね天才だと思う。これを一筆書きで書けるっていうのがねもう才能ですよね。すごいと思います。しかも可愛いっていうね、すごい可愛いし、一つ一つのキャラクターもでなんか繊細な感じもありつつ、これが一筆書きっていう驚きもあって、本当に素晴らしい作家さんだなと、もう改めてね念願が叶ったのもあってね、好きが爆発しました。いや本当はもっと買いたかったんですけどもういかんせんね予算正直オーバーしてもう大破産状態なのでね今回泣く泣く2個でね我慢しましたけど、今後の春のイベント予定が出てますね。次個展が鳥取であります。すごいね、4月13日から29日で、あとこれ東京のイベントですね。リーガロイヤルホテル東京様にてイベントがあるということで、すごいね、後ろ姿を1分で一筆書きでお書きします。宿泊されてなくても OK ということでね、これ自分の後ろ姿を書いてくれるってことですかね。すごいね。5月3日から4日ですね。ちょっと気になる方はぜひねホームページまたはインスタグラムをチェックということで、これがね QR コードでございます。読み取れてほしい、とても可愛い冊子でございます。でマスキングテープですよ。もう吟味に吟味を重ねてこの2つゲットしました。カフェとジャーニーですね。もうすごくない？これ一
一筆書きよマステもだから全部一筆書きが連なってるってことですよね。すごい。このマステの原案を書くのにどれぐらい時間かかるんだろう、今ふと疑問に思いましたね、すごい。こちらね、お値段貼ってありますね。770円でございます。20ミリ幅の10メートルたっぷりありますね。マジですごい。こっちジャーニーですね。ジャーニーもね可愛いんだ。大きいバスって言っていいのかな、バス停あるからバスっぽいですね。でなんかバイクに乗ってる動物さんとかね、ペンギンさん歩いてますね。めっちゃ可愛いです。いやー素敵。お値段とね規格は一緒ですね。めちゃくちゃ可愛いです。気になった方はね、ぜひ坂本美奈子さんのねインスタチェックしてみてください。さあ続きましてはこちら、クンペルさんでございます。私はねこのノベルティの切符が大好物でございまして、3日間ねゲットしたいと思って意気揚々とスケジュールを組んでいたんですけれども、最終日にね大寝坊してしまいまして、もうこれはノベルティ終わっちゃうと思ってね、がっかりって思ってたんですけれども、女神様のようなねリスナーの方がいらっしゃいまして、私のためにこのアクリルキーホルダーを代行してくださり、ノベルティをゲットしてくださいました。本当にありがとうございます。購入特典でねもらえるノベルティなので、何かしら買わなきゃいけないんですけれども、もうこれがね非常にいい組み合わせなんです。どんどんこのアクキー増えていってるんですけどせっかくなのでね入れていきましょう。でこれね以前私入れた時に知らずにやらかしてしまったんですけど、一度蓋を閉めると外れなくなりますのでご注意くださいということでね、皆さん一発勝負でございます。なのでねこれ汚れがあったりとかゴミがね入っちゃうとやり直しが効かないので、そこはね十分に気をつけてセットしてください。でこちらがねノベルティの硬券でございます。これ15日の分ですね。私もねこれ今全部出して並べて気づいたんですけど、色が違いますね、日によってね。16、17とで、あとねこの駅名もその参加されてるねブースさんのお名前がそれぞれ違っていて、とてもね可愛らしいです。いいですよね。でこのねパッチン体験もやらせていただけるのでね、自分でこうカチッと穴を開けるっていう貴重な体験もねできます。いやーかわいいかわいい。裏はねこれ全部紙箔って書いてあります。クンペル発行、めっちゃかわいいですね。これ43、44、45って次のイベントは46とかなんですかね。そういうことなのかな。よしじゃあ入れますよ。そう前回ね若干ホコリが入っちゃったんですよね。すごいねもったいないっていうかって思ったんですけど、危ない危ない。静電気とかもあるんでね、しっかりチェックしてからはめましょう。よしはめました。こんな感じ。いいね、やっぱかっこいいです。このアクリルキーチャームが660円なんです、1個。で他にもねこのノベルティの硬券を飾りたいっていう方は切符スタンドっていうのも売ってて、それはねもっとかなりお安かった。160円とかなんかそこら辺のね価格帯だったと思うのでね、この切符を飾りたいっていう方はそのスタンドを買ってもこれもらえるのでね、私のおすすめはこのクリアキーホルダーですね。スタンドの方がねコスパ的には確かに安いんですけど生身のままこう飾るだけなのでね、このキーホルダーが私的には推しなんですが、どんどん溜まっていくよねどうしようかなとは思ってます。じゃあどんどんね入れていきたいと思います。はい、3つね切符キーホルダーが出来上がりましたこれはねコレクター癖の心をくすぐりますね。可愛いです。さあどんどんいきますよ。続きましてはこちら金色ひとでさんですね。金色ひとでさんのクリスマス会にも参加したことありますけれども、本当にね素敵な繊細なイラストを描かれる方で、ご本人もめちゃくちゃ優しい方でね、イベントに行くとね本当に子供がご迷惑をおかけして申し訳ないなと思っているんですけれども、今回ねこちらのデザインペーパーが入ったねボックスが発売されるということでゲットしてまいりました。もともとねちょっと数少なめだったみたいで、これが欲しい方は朝一で行かないとねっていう感じではあったんですけれども、やっぱ猫柄人気なんでしょうね。もう私朝一でね行ったんですけれども、残り2つ
でして、そのうちのね1個をいただいてまいりました。かわいいね、猫ちゃんね。で、金色ひとでさんのブースはね、最後のね買い物袋、ビニール袋をもらわない場合はポストカードをいただけるということでね、私はポストカードをいただいてまいりました。こちらはね宣伝のポストカードかな。次個展があるみたいですね。3月27から4月23日までです。場所は日本橋高島屋かな。お時間ある方ぜひね行ってみてください。でこれがねポストカードですね。めっちゃ可愛いね。いや、ありがたいです。この塗りのね濃淡が素敵ですよね。でこのね素材紙もつけてくださいました。可愛いね。でこちらですよ。私もねまだ中見てないんでね、どんな感じなのかドキドキです。箱もね結構しっかりとした箱になっております。いきます。じゃじゃーん。もう可愛い。もう可愛いですね。しかもね結構この箱に高さがあるのでね、まあねどのブランドのマステかにもよるとは思うんですけれども、これ多分普通サイズのマステだと思うんですが、若干飛び出ちゃうか惜しいですね。ちっちゃいタイプのマステだと余裕で入る箱になってます。マステ入れじゃなくてもねペンとかは入れてもいいと思いますし、お道具箱にすごく良さそうな紙素材入れてもいいと思いますしね、素敵な箱でございます。こちらはね2000円のねセットだったんですけれども、デザインペーパーこんなに入ってるのでね、しかも箱もついてるしということで非常にお得だと思います。紙の大きさはねはがきサイズですね。これはがきなのでこんな感じ。はがきサイズのデザペがいっぱい入ってます。パーッとねお見せするとデザインこんな感じで、もうどれも当たり柄ですね。いやー当たり大当たりですよ。いやーかわいい。しかも一柄につきすごいいっぱい入ってますね。一柄15枚っぽいですね。一枚一枚がねちょっと厚みのあるしっかりとしたペーパーになっていて、もうね超かわいいよね。いやお手紙書くにもいいと思いますし、このポストカードサイズなんで、もちろんね手帳デコにも使いやすい、ちっちゃいんでもう余すことなく使える感じの大きさですよね。いやー素敵。これはね頑張ってゲットしてよかったです。こちらね今回初めて登場した商品なのでね、また次回の紙博とかでもねやっていただきたいですよね。続きましてはこちら今回初出店のブースさんですね。モンプチアーティストさんでいいのかな。すごくね素敵なフランスを思わせるような可愛らしいね紙素材や、あとハンコもね売られておりました。私は今回ねこちらゲットしてまいりました。ちょっとアーカイブには残せなかったんですけど、予習ライブの時に、予算がやばいっていうねことで、もう何かしら削らないと死活問題ということでね、もう泣く泣くね削れるとしたらやっぱ初めましてのブースさんかなって脳裏をよぎったんですけれども、無理でしたね。もうブース見たら可愛すぎて、絶対買うってなりました。予算とはっていう感じなんですけれども、もうねこのテザペもめちゃくちゃいっぱい種類があって山積みになっててね、その中から選んできたんですけれども、こちらね可愛らしいうさぎさんがちょこんとねところどころにいるんですよ。超可愛いでしょ。お花畑の中にうさぎさん、猫がね一番好きなんですけど、うさぎも大好きなんです。浮気しまくりですよ。もう可愛い。これね A3 サイズ大きいですよね。大きいデザインペーパーが10枚入って、こちら1ロールね550円でした。10枚入ってますからね。しかも A3 がすごいですよね。いやこれねめっちゃ可愛いなと思って、平袋めっちゃ作りたいと思いましたね、この柄は特に。でこちらもねシックで可愛いですよね。チョコレート色のね中に、大人っぽいバラが散りばめられているんですけれども、これはねちょっと箱とかね作りたいですね。紙箱。いやーかっこいいな。これもね A3 の10枚入りでございます。お値段も一緒です。もうねほんとどれも可愛くて、私結構可愛い柄選んできたんですけど、もっと大人っぽいやつもありましたし、もっとねシンプルでどんなところにでも使えそうなねこう万能柄みたいなやつもありましたし、もう選び放題でしたね。であとねこれも一目惚れして買っちゃいました。一筆箋セット2種類各50枚計100枚入っているこちらのパックですね。こちらもね550
550円でございました。これと同じデザインのカードタイプのものもあったんですけど、こっちの方がね量的にすごくお得だったのと、私は結構薄いシャリシャリした紙好きなんですよ。シャリシャリ言わせてたいっていうね欲求がありまして、こっちにしました。点のりとかねされてないバラの状態で入っているんですけど、わかります？この繊細な薄さ。純白ロール紙的なやつかな。上がテカテカしてて後ろがちょっとザラザラしてる若干透けるタイプのねペーパーでございます。可愛いよね。コラージュにめっちゃ使いやすそうじゃんと思ってね、コラージュ全然できてないのに妄想だけは膨らむっていうね。こちらもねとても素敵な柄でございます。大人っぽいけど可愛らしさもあるっていうね、いいですよねこの透け感。私はねこれすごい好きなペーパーです50枚50枚ということでね、計100枚でございます。で今開けて知ったんですけど、ケースになってますね。ありがたい。フルオープンタイプのケースなんですかね。薄い繊細な紙なんでね、どうやって収納しようかなってちょっと買いながらも思ってたんですけど、嬉しいですね。ちゃんと収納まで考えて売ってくださってるなんて優しすぎますね。すごいかっこよくなった。箱押しのねこの表紙までつけてくれてますよ。いやこれはいいですね。プレゼントにもいいですもんね。いいなぁ改めてやっぱり買ってよかったと非常に強く感じました。今回ね多分初参加のブースさんだったのでね、どんな感じかなってウェブショップとかね見ながら素敵だなって思ってたんですけれども、これはねいい作家さんにまた出会っちゃったなって感じですね。さあ続きましてはこちら福分けはんこさんでございます。福分けはんこさんはね私1日目に行ったんですけど、狙っていたこちらがね売り切れてしまっていて、2日目にねリベンジしてちゃんとゲットできました。ショップカードも可愛いですね。何これちょっと面白い。確かに面白いんです。こんな感じでねオンラインショップもあるので、ぜひ気になる方チェックしてみてください。こちらね新作でございまして、さらにね両方ともイベント限定っていう風に書いてましたね。とりあえず今回の紙箔が先行販売だったみたいです。このカフェシールブレンドっていうのが今回新作として登場した10柄が各20枚入ってるラベルシールコンプセットみたいな感じですね。でね最初はね予算のことも考えてこのパックを2つ買って終わりにしようと思ってたんですよ。だけどねこれを見た時に20枚かって思って、2個買って40枚かって思ったんですけど、なんかそこでねもったいない病が出てしまって、40枚とかすぐ使うじゃんと思ってそう私ね結構ラベルシールをインデックス代わりに使うんですよ。両方貼り合わせて。なのでラベルシールはねちょいちょい使うんで40枚すぐなくなるじゃんって思っちゃって、もうね予算オーバーですね。気になってた柄を5個ロールシールで購入しました。これならね1ロール1000枚入ってるのでねなくならないです。お裾分けもできます。このロールシールの方は1つ550円で1000枚入ってるというものになりますね。なので非常にコスパのいい商品なんですけれども、1000枚あるから使い切れんのっていう形で、あとね欲しいから全部集めるとね、1個550円といえどもちりつもんなのでね悩んだんですけどもう我慢できませんでした。でこっちのカフェシールブレンドの方は770円になっております。これもね開けちゃいましょう。動画をね始める前の私だったらこれ多分ずーっと袋の中にいて一生袋の中だったかもしれないんですけど、もったいない病で。これはでも開けてよかったですね。めっちゃ可愛いじゃん。ドリップコーヒーって書いてある。切り取る。これ本当にドリップのやつじゃないですか。でこの中に入ってるんだ。めちゃくちゃいいですね。プレゼントにもすごい喜ばれると思うし、開けたくないなけどね買ってない柄もあるんでね開けましょう。開けたぞじゃーん、すごーい。超かわいいですね。パツパツに入ってます。いやーかわいい。こんな感じでブワーっと入ってます。でねこのロールシールの方はこの中に入ってる柄なのでね、どれを買ったかだけお伝えしますね。かわいいよね。これも本棚とコーヒーです。
でこちらね、コーヒー豆茶色のラベルシールです。私これ買ってますね。私的にはそのさっきも言ったようにインデックスとして使うので、文字が書けるラベルシールが好きなんですよ。なのでね、これ文字書けるじゃんと思ってゲットしました。ナプキンなのかな、これナプキン柄っぽいですね。こちらもねロールで購入してます。ここにね文字書けそうなのでね、いいですよね。前回文具女子博で買った福分はんこさんの文具女子博限定の動くコーヒーはんこセット、あれに載ってる柄なんですよね、スタンプの柄で。私この柄好きなんでしょうねそう、この本棚とコーヒーのやつも動くコーヒースタンプの中に入ってたんですよ。これも入ってるしでコーヒーのラベルシール、かわいい。コーヒー豆のラベルシールね、こちら跳ねるコーヒー豆のシールですね。これもねスタンプでありましたね。でナプキン、これ2巡目、これ一緒？これね福分はんこさん間違えて入れてますね本当はこれ10柄コンプリートセットなので、今で開けるとバラバラになっちゃうんでこのままで申し訳ないんですけど、この柄が入ってるはずなんですよ。だけどナプキンが2つ入ってる、たまたま引いちゃったのかな。これはねちょっとコンプセットとして買ってるので、後でねちょっと福分はんこさんにご相談させていただきたいと思います同じ柄が入ってました。そしてこちらがね白バージョンのコーヒー豆ですね。で喫茶のラベルシールで、こちらね見ると飛び出すコーヒー豆ですね。私はこれも買ってますね。さっきのねこの跳ねるコーヒー豆も買ってますね。やっぱ文字書ける系は全部買ってますね。余白があるやつ。いや本当にねこれ今改めて見て思ったんですけど、私が買った動くコーヒーはんこセットの柄と一緒です本当に好きなんだと思う。たんまりあるのでね、これは多分今後のお裾分けファイルに入ると思います。お楽しみに。続きましてはこちら大枝活版室さんでございます。こちらですね、今回コラボしてるお店屋さんがあったみたいで、ザ・コーヒーハウスキャッツっていうねキャラクターが載ってるラベルブックですね。ちょっとねこれお店の名前が読めなくてわからないんですけど、コラボ作品のねラベルブックということでやっぱ人気だったみたいでね、2日目の午後にはねもう店頭には出てなくて、で3日目はね私お昼に着いたんですけど、その時にはやっぱりなくて、なんでねもしかしたら初日で売り切れちゃったのかもしれないですね。でこちらはねお値段が1155円でございました。裏にね書いてくれてましたね。コーヒーハウスの猫たちということで、楽井花さんと、あとこれがね英語じゃないですね多分グータちょっとなんて読むかわからないんですけれども、こちらのねコラボ作になっております。猫たちってね書いてある通り猫の柄なんでね、絶対買うよねということで、1枚目がねトレペになっております。こんな感じ、めっちゃ可愛いね猫ちゃん。いやこれはゲットできてよかったな。これ1枚1枚ねミシン目ついてるので計3枚のねシートになってますね。で最初ねこうちょっと薄めのブラウンになってるんですけど、途中からね濃いブラウンに変わりました。なのでダークブラウンとライトブラウンの2色のセットですね。いや可愛い、めちゃ可でございます。ラベルブックってついつい集めちゃいません？なんかね最近どんどんラベルブック私増えちゃってますさあ続きましてはこちらのブースソカナさんでございます。以前もね、動画でご紹介していると思うんですけれども、ソカナさんねお得パックすごいいっぱいいつも置いてくださるんですよ。で今回もねもちろんいっぱい持ってきてくださってたんですが、やっぱね1日目すごい戦闘能力のね高い方たちが集まってしまったっていうのと、あと今ソカナさんね3つのイベント出展されてるんですよ。それもあってですね、お得パック系はねもう根こそぎ購入されていってしまったみたいで、3日目はねかなり好きでしたブースが。それでもねこのバイキング商品とかはあったので一生懸命選んでる方いらっしゃったんですけれども、もうねソカナさんであんなにガラガラのブース初めて見たっていうぐらい、いつもねすごい潤沢に
みんなが困らないように用意してくださってるので、いつ行っても安心っていうね、非常に有料なブースさんなんですけれども、今回はねもう本当にスカスカで、改めてねソカナさんやっぱ人気すごいんだなって思いました。私はね今回このグラシンデザインペーパーのバイキング5枚のバイキングですね。ソカナさんのねバイキングは3個選ぶか5個選ぶか選べるんですけれども、私が買った5つセットっていうのは825円で購入しておりますね。いや選べなかった。最初ね3つにしようと思ってたんですけど、新柄が結構出てまして、これ全部ね新柄なんですけれども、やっぱ買っちゃったよねっていう感じでございます。可愛いでしょ。シマエナガもね人気ありますからね。可愛い。でこれ猫の足跡です。これ可愛いよね。ちょっと上手に使えるようにいろいろ工夫したいですね。でこれも素敵だなと思って購入しました。ひまわりですね。でこれもねなんか使い勝手良さそうだなって思ってね、コラージュの素材としてもねこう1個ずつ絵柄で切り取っても使いやすそうですし、いいなと思ってね購入しました。ピンクもありましたよ。そう、この5枚でございます。これだけででもグラシン紙50枚ですからねそしてね本当はね2000円の一番大きいお得パックを狙っていたんですが、後でゆっくり行ったらまあ根こそぎなくなってましてでそのねお得パックの中でも私このリボンが欲しかったんですよ。グラシンリボン、お裾分けファイルとか作ってみた時にこのリボン使い勝手すごいいいなと思ってね。でこの柄はねランダムで4つ入ってて、その中から好きなパックをね選ぶっていう感じだったんですけれども、私はねもうこのコーヒー柄が欲しいと思って一目でねこちらのパックいただいてきました。こちら440円のパックですね。基本ねズボラ人間なんですけど、物をね、まとめて人にあげる時でもこれがやっぱ1枚巻いてあるだけですごいおしゃれに見えるだろうなって思ったのと、あとこれだったらね切ってそのままね両端と下を貼るだけですぐポケットになるよなって思ったんですよ。巻くだけじゃなくてね、お裾分けファイルとかのポケット作るにもすごい便利だなと思ったので念願のねゲットでございます。グラシン紙めちゃくちゃ薄いのにこんだけ分厚いんでかなり入ってますね。使うのが楽しみです。またね使ってるところもね動画にしたいなと思っております。いつもね商品紹介ばっかりになっちゃってるんですけれども、使いたいんです。使ってるところを動画にしたいね。ソカナさんねかなりいろんなイベントにね出てくださるブースさんなので、ぜひねまた文具女子博とかね多分いらっしゃると思うので、気になる方はチェックしてみてください。以前もねご紹介したんですけど、ソカナさん LINE のね友達になっておくとねセール情報とかね次のイベントのお品書きとかもねいち早く LINE 友達として送ってくださるのでね、であとクーポンももらえるんでねぜひぜひ登録してみてください。登録した時にねどこで知りましたかって多分聞かれると思うので、その時に私の名前を伝えていただけると非常に励みになりますさあ続きましてはこちらマトカさんのブースですね。マトカさんのブースでは確か1500円以上購入するとノベルティがいただけるということでね、私は今回この猫ちゃんのねマステ、これね出た時から狙ってたんですよね。めっちゃ可愛いの。猫ちゃんのマステです。これをね狙ってたので1500円以上いくじゃんと思ってねこちらのノベルティしっかりゲットしてまいりました。しかもねノベルティたくさん種類用意してくださってて、全部このねフラットケースなんですけど、色とこの動物がね違うタイプのものをなんか 5,6 種類ぐらいバーって見せてくださって、どれがいいですかって選ばせていただきました。私は今回ねこれカワウソかな、紺色のねちょっと大人っぽいものをゲットしました。これ値段書いてある660円だって、これがノベルティですよ。英語サイズが入るねフラットケース、私めちゃくちゃこのフラットケース重宝してるので、もうザクザク入れれるし、待ちはないんですけど意外とね膨らんでもちゃんと止まるんですよ。なのでねめっちゃ好きなノベルティでございます。ありがたい。でね買ったものの方はこちらで松尾美由紀さんが多分イラストを描かれているマスキ
キングテープなんですけど、こんな感じでね猫ちゃんがいる太マステでございます。めっちゃ可愛い。こちらが 25mm 幅の5メートル500円ですね。これはね普通に一般販売されているので、気になる方はぜひねこのバーコード調べてみてくださいね。規格とかは全部一緒なんですけど、この猫のね種類が違うんでね、これはもうフルコンプだろうということで4種類ゲットしました。しましま猫ちゃんかわいい。これのね大カットの付箋とかもあるんですよ、猫ちゃんの。今回はね予算の都合で諦めてマステだけにしたんですけれどもね、この猫グッズたち他にもポーチとかもあってすごい可愛かったです。猫好きさんはねぜひぜひチェックしてみてください。続きましてはこちら高畑正夫さんのブースでございます。こちらのねガチャのカードは神博行ってきたよライブのね配信で中身お見せしてるんですけれども、今回ねこのガチャにもね新柄が4種プラスシークレットが登場したということで、被らないことを祈ってね引いてまいりました。結果はねじゃんじゃじゃんということで、無事被ることなく新作のクマさんが出てくれました。シークレットがね金ピカのクマさんなんですけど、いつかねシークレット引きたいんですけどね。で今回ね全種コンプセット、シークレットを除く全てのカードが入ってるっていうコンプセットが販売されました。本当はねそれが欲しかったんですけれども、ちょっと予算の関係でガチャでとどまることにしました。ちなみにね前回やったガチャがこの3枚で、じゃん、これね一見かぶってるかと思いきやね顔の向きが違うんですよ。だからかぶらなかったんです。でグレーのクマさんとあと白クマさんがね当たっております。いいね、これ圧巻ですね。まあフルコンプセットはより見栄えがいいんでしょうけど大満足でございます。こっちのね旧作の方にももちろんサーモンついてます。そしてねもう一個新作出てました。こちらのペーパークリップですね。以前ね白クマとこの普通のクマさんのねクリップも買ってるんですけれども、今回ラッコが出てました。あとねもう一個パンダも出てました。ただねちょっと今回は1枚にしようと思ってねラッコを選ばせていただきました。このピンクが素敵ですよね、かわいい。こちらはねお値段440円でございました。このペーパークリップはねちゃんと裏までねしっかり柄がついているのでね、でしかもこの台紙も可愛いじゃないですか。鳥さんいるし、だからね未だにね前回買ったやつもね台紙のまま綺麗に保管されております使えないよもったいなくてっていうね悪い癖が出てしまうやつでございます。今回はねドローイングガチャって言ってねご本人がイラストをねその場で即興で描いてくださるっていうガチャをやられてて、それもあってだとは思うんですけど、全然ねこっちのガチャの方は並んだりすることなくね買えました。去年のね神博の時はもう長蛇の列で午前中には売り切れてたのでねもうダメだろうなと思って諦め半分で行ったんですけど、全然買うことができたのでね一安心でございます。その代わりねドローイングガチャはめちゃくちゃ並んでました。さあ続きましてはこちらスタロジーさんのブースでございます。こちらのブースさんもね基本ノートをメインで売られてるブースさんだったので、私はね今回の購入リストにはチェック入れてなかったんですけれども、通りすがりにねちらっと見たらマルシールバイキングをやっているということでね面白そうと思ってゲットしてきました。こちらねマルシールを10枚選んで495円だったと思います。でねこのノートはインスタかな、フォローするといただけるっていうねノートでございました。これね今初めてノート触ったんですけど紙質がすごい超ツルツル、なんかめちゃくちゃヌルヌル書けそうなしっかりした紙です。裏写りとかもしにくそう、めちゃくちゃ気持ちいいです触っててなんかノート舐めてたって思いました今それぐらいねなんかちょっと衝撃的な触り心地、気持ちいいです。書くのが楽しくなりそうなノートですね。オレンジとね赤どっちがいいって言われてね私は赤が好きなので赤いノートをいただきました。普通に A4 サイズのねしっかりしたたくさんページのあるノートでございます。ファーストアニバーサリーということでね東京のミッドタウン八重洲にあるっぽいですね。いい紙で書きたいって思ってる方はね
ぜひチェックしてみてください。もうマジでちょっとこの触り心地はねやみつきになるで購入したのはこちら。いつもね可愛い柄物ばっかり選んじゃう癖が自分にあるので、こういうシンプルなね丸シールとかね意外と欲しい時になかったみたいな感じなんですよ。でね結構使えると私は思ってるのでね、とりあえずカラフルなやつを全色もらってきました。1枚ずつね。よくないですか？この丸の大きさもね2種類か3種類ぐらいあって、これ一番大きい丸です。コラージュとかにはねやっぱ大きい丸の方が使いやすいかなと思って大きいのにしましたね。これで全色ですね。カラフルでね可愛いですよね。でこのね光沢のあるシール、シックな色合いだし使いやすそうだなと思って、これはね3枚にしました。いやコラージュやりたいな10枚選んでね500円以下なのでね結構お買い得だと思いました。やっぱバイキング系ってなんかお得感感じちゃいますよね。さあ続きましてはこちらアラカル堂さんでございます。このねアラカル堂さんもね去年並んだ時には40分待ちでもうどうなることかなと、買えるかなと不安だったんですけれども、今回はね、やっぱ1日目に来てるお客さんのその客層がちょっと違ったのか、今回はね結構空いてまして、待ち時間もね全然ストレスなく購入することができました。と言いつつ私3番目のブースぐらいに行ったので結構早い時間ではあったんですけどね。でもねフレークシールも午後まで残ってたのでちょっと驚きましたね。で今回私はこの新作として出たねマスキングテープ、お花のクッキーのマステでございます。めっちゃ可愛いでしょ。これもね柄を1個ずつ切り取って使うっていう手法を見本で出されてましたね。可愛いです。お花クッキー 18mm 幅の 7m ですね。こちらもねカモイさんのね MT と同じマステなので粘着力申し分ないと思います。アラカル堂さんね一応ネットショップやられてるのでね、多分そのうち販売されると思うので、人気の商品ね結構すぐ売り切れちゃうんですけれども、ぜひぜひチェックしてみてください。こちらのねチョコミント沼のねデザペはすごいね前からチェックしててずっと欲しかったんですけど、ネットショップでも売り切れで、しかも去年の紙博ではね出なかったんですよ。なのでね買えないと思ってたんですけれども、今年は出してくださったのでゲットしました。6枚入ってるっぽいですね。 A4 サイズでございます。チョコミントにはね大好物のデザペでございます。ちなみに私はチョコミント大好き派でございます。こちらね6枚セットで440円でございます。イベントで買えたので、もしかしたらショップの方のね在庫も追加されてるかもしれないので、ぜひぜひ気になる方チェックしてみてください。さあ続きましてはこちらでございます。シルスさんですね。このね繊細なスタンプを作られているシルスさんでございます。去年のね紙博でも私インク壺とね切り株のスタンプ購入してます。今回もねスタンプ購入しようかなと思ったんですけれども、ちょっと予算の関係でウェブショップやられてるのでね、お金が貯まってからそこで買おうと思って今回はスタンプは諦めました。ただねマスキングテープが10種類も出てたんです。本当にねどれも可愛くてもう全部買いたかったんですけれども、もう泣く泣く選んで3つにしました。でこのねアンティークブックっていう柄が多分一番人気ですね。どの日でも一番最初に売り切れてたかな。なのでね私も1日目には買えなくて、この柄だけなので2日目にね早めに行ってゲットしました。すごいね、人気が出るのが分かる可愛さなんですよ。本がね並んでるのよ素敵ですよね。コラージュとかにめちゃくちゃ使いやすそうで、いやこれね本当は2個欲しかったんですけどね、1個550円だったかな。なのでねちょっと1個で我慢しましたけれども、確かねこのマステはねイベント限定だったと思うんです。なのでねぜひねこのマステイベントで見かけたらね積極的にゲットした方がいいと思います。オンラインショップやられてるんですけど、マステはねどうやら登場しないっぽいのでね、15mm 幅の 5m ですね。アンティークブックで、これも可愛いセイロンランティア白い天使っていうね題名ですね。可愛い天使がねいっぱい飛んでおります。淡い色合いなのも可愛いですね。セイロンランティア 15mm 幅 5m です。でこちらみんな仲良し動物さん、クマと犬と猫ですね。可愛いのみんな寝てる
かわいい。こちらも 15mm 幅の5メートルです。シルスさんね、インスタグラムとかでもね、このねハンコの押し方見本みたいなのね、よくやってくださってるんでね、いつもハンコもっと買いたいなと思ってるんですけどね、頑張ってお金貯めますさあ続きましてはこちら水島さんでございます。これもね前回の上白行ってきたよ情報ライブでね、開封しているんですけれども、本来こちらはね中身が見えないようにパックされてるクリアスタンプくじになってました。で私はね前回ちょっと諦めて買わなかったんだけど、やっぱり気になってずっと欲しかったって言ってたこのお星様柄、キラキラ柄と、あと今回新作で出たねこのかき氷柄を狙ってたんですよ。でね、投資能力がある私はですよ袋をちょっと柔らかくサワサワしまして、こちらをねゲットさせていただきました。なんとなくねこれかなみたいなのがわかるんで買ってはきたんですけれども、やっぱりね開けるまではね不安でしょうがなかったのでね、情報ライブの時に開けたんですけれども、ちゃんと当たりが引けました。このくじね1回500円でございましたね。楽しい試みですよね。去年のね上白の時にもこのくじやられてて、その時にはね午前中ちょっと過ぎぐらいでねもうくじ引き終わっちゃってたんですけど、今回はね1日目は午後でもね残ってました。どの柄出てもね可愛いなって感じたので、このワクワク感楽しみたい方はね是非、もし次のイベントでねくじ引きまたやってくださる場合にはね参加してみてください。さあ小さい可愛いものたちが続きます。続きましてはこちら金の虜さんですね。ハンコレとかでねすごいよくお目見えするブースさんなんですけれども、今回ね可愛いカードがあったのでねゲットしてまいりました。こちらですね、このうさぎのね代表的なスタンプのうさぎさんのカードですね。うさぎ2種類ありますね。あとこちらが猫ちゃんでございます。可愛いですね。メモが書けるようにもなっております。1柄ね5枚ずつ入ってて4柄なので20枚入ってるカードセットですね。結構1枚1枚固めのしっかりした名刺のようなカードになっているのでね、プレゼントとかにスッと添えるだけでもねより高見えする可愛いカードたちだと思います。こちらはね1パック770円でございました。ウェブショップやられてるっぽいですね。多分ここから飛べると思うので気になる方ぜひチェックしてみてください。さあ続きましてはこちら、今こまごましたものを先にご紹介しております。残すはねたくさん購入してるブースさんだったりでっかいブースさんだけなのでね、こちらはね八枕さんで購入したハサミでございます。アーカイブないんですけれども、予習ライブの時にねこのハサミが気になってるんだけど多分買わないって言ってたんですよ。まあ買っちゃいましたね。こちらねドイツ製のハサミでございます。万能ハサミステンレスですね。3520円ということでね、私はねドイツ製の爪切りを使っておりまして、すごくよく切れるんですよ。それからねドイツ製の刃物にちょっと惚れてるところがありまして、ハサミか欲しいなって思っててね、で見本がね置いてあったんですよ。サイズ違いの見本が何個かあって、でそれをね、持つだけで納得するかなと思ってこう持ったんですよ試しに。もうそしたらねこの分かります？この音めっちゃ切れそうじゃないで重さもちょうどいいし、なんかこの信頼感のある音これを聞いてですね買おうと思いましたね。例えばなんですけど、わあすごいよく切れる。やっぱりなんかね引っかかりとかが一切ないんですよね。スパッて切れる。気持ちいいですね。この切り心地はねすごくいいハサミだと思います。ちなみにこれ、2番目に大きいサイズなんですよ。もう1個大きいサイズがあって、ただねそれはやっぱりちょっと大きいのもあってより重たいんですよね。ただ今持った感じ男性にはねちょっとこれちっちゃいと思うんで、指のところがね、なので男性は大きいの買った方がいいと思う。女性はね多分これぐらいの重さじゃないと、大きいやつだと手が疲れちゃうと思いますね。ハサミってねやっぱいいの使いたいですよね。大事に使っていこうと思います。
さあ続きましては篠塚智子さんのブースで購入したものになります。以前ね同じ紙博で猫柄のねマステをご紹介したことがあると思うんですけれども、今回ねシールビュッフェをやってくださるということですごく気になっていたのでね行ってまいりました。ステッカーシートを5枚選んで1000円っていうね非常にお買い得なビュッフェでございました。私はね猫好きなのでね、猫柄は2枚すごい可愛いですよね。マステのね猫ちゃんと同じだと思います。可愛い。であとフルーツ柄とケーキの柄、そしてナチュラルリビングな感じのね柄を購入しました。本当はねもう1セット買いたかったこのステッカーもねすごいしっかりしていて、ビニールタイプのねコーティングがされているステッカーで、これ一枚一枚ね全てカットされている状態になってます。なので剥がすとねすぐに使えるタイプでございます。このねステッカーの枠がギザギザになってるのも可愛いですよね。絵柄がとっても優しいタッチでね、で使いやすそうな柄なのでね迷わずゲットしました。そしてもう一点ね、もうこれは買うしかないでしょうということで猫柄のね包装紙でございます。ごめんなさい、こちらはねちょっとお値段控えるの忘れちゃったんですけど、安いと思って買いました。テカテカのね紙素材で、あ、これ柄全部違うんですね。12345 5柄入ってるのかな。使いやすそうなねこの植物の柄がほとんどで、一番表が猫ちゃんですね。ちょっとね持って帰る時に若干潰れちゃってね折れ線が入っちゃったんですけれども、 A4 サイズのつるっとしたねペーパーでございます。どれも淡い色合いでねとても可愛いです。これはねちょっと伸ばして平らに戻したいと思います。他にもね猫尽くしセットとかもあってね非常に迷ったんですけれども、予算の関係でね今回はステッカーセットと包装紙セットで我慢しました。こちらがねショップカードになります。めちゃくちゃちっちゃい切手型のね、以前もこの形でしたね。 QR コードこちらです。続きましてはこちら大人気ブースだった飛松翔一郎さんのブースですね。飛松翔一郎さんは1日目がすごい混雑で、もうレジのね列が長蛇の列になってまして、私も並びました。ただね飛松さんは事前予約をさせてくださいまして、私はねこの4点は確約予約購入させていただきました。なのでねもう本当に後の方に行ってあとは買うだけっていう状態だったんですけれども、予約できるものには限りがありまして、その全部の商品がね載ってるわけではないので、こちらね載ってなかったけど欲しかったロール付箋もゲットしてまいりました。まずね1個ずつ見ていきたいと思うんですけれども、まずこちらつながるイラスト集っていうねマステですね。こんな感じで飛松翔一郎さんのイラストが全部つながってるマステになってます。とても素敵です。本当はねこのマステの猫クラブっていう猫がいっぱい描かれてるマステがあって、それも欲しかったんですけど予約枠がなかったのと、あと当日もねもうなんか少ししか残ってなかったみたいで瞬殺で売り切れてしまったみたいでね購入できませんでした。こちら 15mm 幅の 10m たっぷりあるマステでございます。後ろも可愛いですね。こちらのマステは550円で購入してるみたいです。今ねメモを見ながらお値段言っております。そして続きましてがこちらフレークシールフレーム飾り放題ということでね、10種類のフレークシールが計30枚入っているというセットですね。こちらはお値段が450円でございました。これはマステとかじゃなくて紙タイプのステッカーですね。全部が額に飾られてるイラストのような感じになってますね。柄はこちらですね。どれもすごい素敵です。かわいい。一つの柄につき多分3枚ずつ入ってるっぽいですね。10柄で30枚です。そして続きましてこちらたっぷりロール付箋、店頭でね見つけて購入したものですね。全部で5柄入っていて75シート入ってるよってなってます。5柄の柄はこれですね。もうねすごい可愛い感じが出てていいですよねミシン目が入ってるのでそのままピリッとちぎってね使えるタイプのロール付箋になってますね。手紙社さんでね売られてるようなぶっといロール付箋よりも若干付箋一枚一枚のねサイズは小ぶりになってるんですけれども、もう可愛さがねギュッと凝縮されてる感じでどの柄も素敵です。こちらはねちょっとお値段控
換えるの忘れちゃったんですけど、合計金額から予約分を引くと690円でしたなので多分それぐらいのお値段だと思います。これ以外はね全部予約枠なんでね。さあそしてこちら、もうこれがめちゃくちゃ欲しかったんですよ。包装紙いろいろ欲張りセット24枚入りということでね、これをね2パック買うか非常に迷ったんですけどね、ちょっと予算と相談して1パックで泣く泣く我慢しました。いろんなサイズのね包装紙入ってるっぽいですね。開けるとこんな感じで、まず一番小さいサイズですね。今回のね紙箔のフライヤーと同じサイズですね。多分英語サイズだと思います。このねフレームの柄と各柄3枚ずつ入ってるっぽいですね。多分純白ロール紙かな。裏がツルツルでザラザラ面の方に印刷されてます。で、かわいい、干されてる、洗濯されてるやつですね。かわいい。そしてくまさんとお靴かわいいです。全部かわいい。そして一回り大きくなったサイズで、猫ちゃんが花束持ってる。あと花輪の中通ってますね。めっちゃ可愛いな。これはね一柄しかないですね、このサイズの紙はね。そして一番大きい A4 サイズですね。お菓子とアヒルですかね。可愛い。このね純白ロール紙はね若干この薄くてねこう透けてる感じが好きなんですよね私。これも可愛い。人気のパン屋さんのやつですねこれ行列ができるパン屋さんでございます。そしてこちらガラスペンを持ってる。あとシーリングワックスのスプーンとかインクとかね文房具の柄ですね。すごい。シーリングスタンプのヘッドがクマさんになってます。可愛い。で次がプリンアラモードと白鳥ですかね。すごいね白い背景にプリンアラモードがよく映えます。こんな感じですね。いやーたっぷり入ってるけどやっぱり予算が許せば2パック欲しかったな。もうなんなら5パックぐらい欲しかったですけどねでもね実際いらっしゃいましたね。めちゃくちゃ買ってるっていう方。そうなるよねって思いましたけどね、私の予算的にはここで断念でございました。で最後がこちら。これね100枚入ってるなんか欲張りメモセットみたいなやつです。もう分厚さがすごいですね。でこれ半分はメモ用紙になってて、で半分が柄付きのものになってるっていう感じで、これをね使ってらっしゃる方は皆さんこう絵柄のところで切って絵をコラージュとかにね使ってる方が多いみたいです。私もその使い方いいなと思いました。多分一柄10枚ずつ入ってますね。でこれもね紙質純白ロール紙だと思います。裏面ツルツルでザラザラした方にね印刷されてます。可愛いですね。いちごと白鳥ですかね。このね文具の柄はさっきもデザペでありましたけど、こっちはね初めて見る柄ですね。でこのメモ用紙の部分が若干紙によって違いますね。同じ純白ロール紙なんですけど白だったりちょっとベージュっぽい感じだったり、この方眼のねものもあります。超可愛い。猫とパンだよ。可愛いですね。これは本当絵柄のところはコラージュとして使いたいですね。もはやメモじゃなくて素材だよね。これもなんかここ柄が入ってる感じでねインクが飛んだようなねドットみたいな、すごい可愛いですね。こちらもパン屋さんのやつですね。かわいい。今持った時にちょっと薄いなって思ったんですけど、これね9枚しか入ってなかったです。そういうこともありますよね。ちょっとこの柄は大事に使いたいと思います。1枚少ないのでいやね、そうですよね。そういうこともあります。靴とクマの柄ですね。かわいいよ。これめっちゃかわいいですね。さっきのフレークシールにもあったんですけど、ちょっとね絵柄が小さくて最初パッと見何か分かんなかったんですけど、これ白鳥がこれヘアサロン来てる感じですね。椅子に座って本読んでるんだ。でこのスズランがヘアサロンのなんかパーマ当てるやつみたいになってますね。めっちゃかわいいそしてプリンアラモードですね。これじゃあ白鳥さん食べられちゃいます。そして最後の柄がこちら。かわいいね。カメラだ。いいですね。なんかこの優しいタッチがねすごい素敵です。各柄ね10枚ずつあるので大事にね使っていこうと思います。文具のね博覧会で初めて知った作家さんなんですけど、すごいね柔らかいタッチの世界観がとっても素敵な作家さんでございます。大人気ブースの一つでもあるのでね、気になる方はねぜひインスタグラムからねお店のリンクあったと思うのでねチェックしてみてください。